自家製のツナの完成。強めに炙ってあげてって形です。食べるラー油、カツオさばいて、お刺身とたたきと、あと、おつまみと、あとね、これどっちにしろ食べきらないんで、食べきらなかった分はね、ツナ、シーチキンに、していこうかと思います。こういう感じでね、硬い鱗がついてるんで、これ包丁で外していきますよと。で、頭を落とすときはね、まずね、ここね、お腹のひれのところからこういう角度で、頭はこういった感じでね、ちょっと斜めに入れてあげると、このお腹裂いて、で内臓出しますよと。こっち側の身はね、普通にね三枚おろしですね。これをね、僕らはね裏おろしって呼んでるんですけど、カツオの場合はね皮がね結構薄いんで、なので皮引かずにこうやって切りながらね、まずはまっすぐねバスッとマシね包丁入れて、この皮に当たったと思ったらこう包丁を横にスライドさせていくっていうイメージですかね。今度は、カツオのねたたきを作っていこうかと思います。お刺身作った時と一緒で、このね血合いね、これを最初に外してしまいますと。たたきってこう表面に火を通すじゃないですか。で、人によっては火を通した後にこの血合い外すっていう方も、いらっしゃいますね。どうしてもねこのさばいた過程でね、この頭の方とかにこう血栓じゃないですけど血の塊みたいなのが入ってたりしたら、包丁で外してしまった方がいいのではないかとは思います。たたきにする場合はここでね一旦、カツオに薄く塩して下味付けておきますよと。こんな感じでね全体に、薄く塩入れて、で、このままね10分ほど置いてから、火を入れていきますと。10分経ったら一旦塩をね洗い流しますと。水気よく拭き取ってあげて、でここから表面焼いていくんですけど、焼き方はね何種類かあって、多分ね飲食店なんかで一番多いのはこういうバーナー使って表面だけ焼いてしまうっていうのが一般的ですかね。あとはね、家でやるならこういった感じのね、コンロの火でここでね直接、カツオをね串かなんか打って炙ってしまうっていうのも方法の一つだとは思いますね。結構ねこのいぶしたようなね香りをつけたいって時なんかはわら焼きってあるじゃないですか。カツオのわら焼き、あれはわらに直接火をつけてその火でカツオを炙っていくんですけど、なかなかねわら自体も入手しづらいなんて場合は、燻製用のチップっていうのが結構アウトドアショップとか行けば売ってるんで、香りつけてしまうのが比較的早いんではないかと思いますね。これ作り方はチップにねこれね砂糖を軽くまぶしてあげて、で鍋とアルミと、チップ砂糖って状態で、ここで火にかけます。このねチップから煙が出てきたら、カツをねいぶしていきますよと。でこの時ね必ず換気扇はつけるようにしてくださいと。こんな感じで砂糖が焦げ出して、でチップにねチップになんていうのかな、熱が伝わって煙が出だしたら、カツを置いていきますと。ここからボウルなんかで折ってしっかり燻製しちゃう方法もあるんですけど、カツオのねたたきなんで決して燻製を作るわけじゃなくて、軽くねカツオの表面に香りをつけたいだけなんで、僕の場合はねここから、バーナーで炙っちゃいますと。皮がどうしても硬いんで、ちょっとね強めに炙ってあげてって形ですね。イメージとしてはねこの煙の香りをカツオにつけつつ、表面だけ焼いていくっていうイメージですかね。でこのぐらいでもね十分、カツオの表面にこのねいぶされた香りがつくんで、そしたら、火を止めますと。でねこの後ね氷水に落とす人もいるんですけど、
氷水に落とすとせっかくねいぶした燻製の香りが抜けちゃうんで、氷水に落とさずにこのまま、冷蔵庫でねちょっとだけ冷やしてあげます。はい、で、これねカツオが十分に冷えたら、あと切って盛り付けて完成って感じですね。なんで、カツオねこれ冷やしてから切るのかっていうと単純にね冷やしてから切らないとこのね焼いた表面がボロボロ崩れてくるっていうのが理由ですね。でね切るときはね結構ねこのね厚めに切ってあげた方がカツオなんか美味しいのかなっていう気がしますかね。こんな感じでねぶつ切りじゃないですけどある程度厚みを持たせてあげた方がなんか美味しく感じますね。であとは、盛り付けて、薬味効かせて完成って形ですかね。薬味はさっきねお刺身で添えたようなね、ニンニクだとか生姜だとか大葉だとかね、何でもいいんではないかとは思いますね。でねなんでカツオのたたきは焼くのにアジのたたきは焼かないのかなんて多分疑問を持つ方が、これねアジのたたきっていうのはねたたき切りこうブツブツ叩いて切っていくっていうのがアジのたたきの語源で、カツオのたたきっていうのはこのねそもそもがね表面を焼いた後に切ったカツオを並べてですだちなんかをね上に乗せてこう表面をね叩いたらしいんですよ。こうパタパタ叩いて味を入れてったなんていうのが語源であって、だからそもそも叩き切りと身を叩くっていうので語源が違うからその同じ叩きでも作り方に差があると。で、今回は、ネギと生姜とあとはね、これねフライドオニオン、カツオと玉ねぎっていうのは非常に相性が良くて、でねこうフライドオニオンにすると、食感も出て面白いのかなとは思いますね。あとね新玉ねぎの時期と初ガツオの時期って重なるんで、なんかねそんなのもあってこう季節感もあっていいのかなと。最後ね、ちょっとごまを添えてすだちか何かを添えてあげて、最後ね、ポン酢でもお醤油でもかけてあげれば美味しく食べれるんではないかと思いますね。はい、こんな感じでカツオのたたき完成ですと。続いて、カツオを使っておつまみ作ろうかなと思うんですけど、カツオっていうのはねとにかくね鮮度が落ちるのが早いんですよ。このねスーパーなんかでね売れ残ってこう売ってるやつなんかは結構ねもう臭みが出ちゃってたりするんですよね。でそういうカツオってどうしたら美味しく食べれるのっていうのをちょっと紹介しようかなと。で、カツオっていうのはね和食では珍しく結構なんていうのかな足し算をしていく魚なんですよね。普通はね魚の旨味って結構薄いんで、だからどんどん引き算をしていく料理が多いんですよね。だから水分を抜いたりだとか臭みを抜いたりっていう何かを抜いていくっていう料理が多いんですけど、カツオに関してはねどんどん香りを足していくというか、そうで香りを足してでその旨味でこう魚のね生臭さを打ち消していくっていう食べ方が多いので、だからね結構ねこういうね洋食的な食べ方ができるというか、いろいろこう合わせて食べる食べ方が美味しいんですよね。例えばねこうカツオのたたきとかが売れ残ってましたと。
そしたら、これね、今回ね、玉ねぎとニンニク、こうやって刻んで合わせてあげて、でね、これもね、カツオなんかももうブツブツっとね、ぶつ切りにしてあげて、あえてあげると意外と美味しく食べられるんではないかと。薬味系ってお酒に合うじゃないですか。こういう食べ方がいいのではないかと。でこれね、すだちで、あとこれポン酢ね、ポン酢効かしてあげて、でもうざっくり和えるだけで十分美味しく食べられるのではないかと。あとはもちろんね、ここにね、大葉だとか生姜だとか入れてもいいですし、家で食べる時なんか結構好きなのは食べるラー油、ちょっと昔流行ったじゃないですか。これね、結構入れてあげて、で和えてあげると、結構ね、おつまみとしてはラー油和えじゃないですけどね、これぐらいならなんか家でね、パパッとね、5分10分でできるじゃないですか。なんでね、なんか手軽にできて美味しく食べれるんではないかと思ったりしますね。器に盛り付けて完成ですと。たまにはこういう手軽なのもいいんではないでしょうかと。カツオだとか大きい魚ってどうしても余りが出ちゃうじゃないですか。家でね、食べてたりすると余りが出るんで、この余りをどうするかっていうのを紹介しようかと。これね、僕がよくやるのはツナなんで、そのね、シーチキンの作り方を紹介しようかと思います。でね、これ皮付きでもいいんですけど、僕はね、これ最後皮剥いで、使っていきますね。油で煮ていくっていう形ですかね。こんな感じで皮剥ぎながら、切っていってくださいと。これね、最後火入れてしまうんで、そこまでね神経質にならずに、もうバンバン切っていってしまっていいんではないかと思いますね。はい。で、ツナ作るのに用意してほしいのが唐辛子だとかニンニクだとかね、ローズマリー、あとこれハーブ類ね、タイムだとか、あとオレガノだとかね、こういうのあれば用意してくださいと。オリーブオイルと、あと塩コショウと、これはアンチョビはねあった方がね結構ね味にコクが出るんで、アンチョビは入れたいかなと。まずは、これね、先ほど切ったカツオに塩していきますと。でね、塩はね、もうざっくり全体にねまぶす形でいいんではないかと。これね、コショウとタイムとオレガノ、この辺のね乾燥系のハーブをざっくり身にまぶして、で、ちょっと時間を置きますと。こんな感じでね、さっくりあえておいて、でちょっとどっかに置いとけばいいんではないかなと。こういう大きい鍋用意してもらって、オリーブオイル入れますと。でね、オリーブオイルはねどれぐらい入れるのかっていうと、ここにカツオ入れていくんですけど、カツオの身がしっかり浸かるぐらい入れた方がいいんではないかと思いますね。なんで結構ねしっかりめに、量自体は結構多めに使うイメージですかね。でここにねどんどんねさっきの薬味を入れてってもらって、ニンニクだとかね、アンチョビもね、これね僕はねこれ全部入れちゃいますね。と、ローズマリーね、この辺はねしっかり入れた方が香りが出るんで、と、一味と入れて、これを火にかけていきます。最初は強火でいいと思うんですけど、あんまりね沸かしすぎないというか、あんまり温度を高くしすぎない方が、カツオ入れた時にねどうしても身がパサつくんで、だからイメージとしては揚げるっていうよりも油で煮ていくっていう感覚ですかね。こうやってね時間が経ってふつふつとこのねハーブだとかニンニクから水分が蒸発しだしたら、ここにねカツオ入れていきますと。
このカツオなんかのを塩して置いといてっていう方法もあるんですけど、これ残った魚をねどうにかねこう保存するっていう意味合いが強いんで、あんまりね手間かけすぎるとねめんどくさくなってね、なんか本末転倒だなって思うんで、僕の場合はねこれは塩してちょっと置いたらすぐね油につけちゃいますね。なんでこのね油の温度の目安としては100度にいかないぐらいを目安に火を入れていくといいんではないかなと思いますね。こういった形でねこうだんだんねこうカツオの表面が白くなっていくぐらいの火加減で、このままね、一旦10分ほど置きますと。で、このぐらいの火加減でね、10分置くとほぼほぼね身には火が入ってるんですけど、これね一応ひっくり返して、でもう10分ね加熱しますと。でなんでもう10分加熱するのかっていうと、このね油の中にこのカツオから出た水分が沈んでるんですよ。でねこれを飛ばしてあげないと保存性が悪くなったり、あと臭みが出たりするんで、このね油の中に残った水分を飛ばしてあげるっていう意味合いも含めて、あと10分ほどね、こうやって加熱していきますよと。こんな感じでふつふつねこの油の中に残ってる水分を蒸発させていくイメージですね。で、もう10分経ったら、火を止めて粗熱取って完成ですと。このねオイルにね結構ねハーブの香りが出てるんで、このまま一晩から二晩漬け込むと美味しいツナができますよと。これね瓶詰めにしてこう瓶に詰めて保存する方法もあるんですけど、どうしてもねこのね素人が作ってるんで保存性自体は悪いんで、だからね長く保存したい場合は、だから一晩から二晩オイルに漬け込んで、その後ね、冷凍庫に入れてあげればいいんではないかと思いますね。こうしてあげればねこの残った魚を無駄なく食べれていいんではないかと思いますね。はい、こんな感じでね、自家製のツナの完成でございますと。